こんにちは。Our Life Japan & China のチンムーと申します。今は大連の南山という場所に来ている。この辺りは日本統治時代の高級住宅街。今でもいくつかの古い建物が残っているけど、多くは建て替えられた。近くに児童公園と呼ばれる市民の憩いの場がある。まずはそこに行ってみよう。実はもう少ししたらここの力道山という店で取引先と会食があるんだ。ちょっと早く来すぎたから時間を潰さないといけない。児童公園内にある明沢湖と呼ばれる池は日本統治時代には鏡ヶ池と呼ばれていた。立派そうな家が見えるでしょ。2000年過ぎた頃から古い家を取り壊してこんな感じの高級住宅を建てた。皆さんもご存知、芥川賞を受賞した清岡隆之のアカシアの大連。その作品の中でもこの辺りのことが結構描かれているようだ。この辺にはお城みたいな建物も多くて、これぞ富裕層の街って感じだね。さあ、児童公園の入り口が見えてきたよ。鏡ヶ池は1909年明治42年に築造された人工の貯水池だったんだ。その後周りを整備し、1936年昭和11年に鏡ヶ池児童遊園地という公園になった。12月に入ると鏡ヶ池には氷が張り、
多くの人がスケートを楽しんだという。僕のカメラを通すと実際よりも広く感じる。肉眼ではもう少し近くに対岸が見える感じ。日本統治時代に大連で育った子供たちはここでスケートして遊んでたんだね。鏡ヶ池以外に弥生ヶ池ってのが出てきたね。鏡ヶ池の近くに確かにあったようだね。ちなみにもちろん今はスケートは禁止。釣りも泳ぐのもダメだよ。300メートルは約480歩、約9000カロリーを消耗。嘘だ嘘だ嘘だ。だって確か成人男性の1日の必要カロリーって2000カロリーぐらいだったはず。300メートル歩いただけで4、5日分のカロリーが減るってことでしょ。ダイエットってそんな楽なものじゃないでしょう。まあ信じる者は救われるって言葉もあるし、信じてみようかな。昔と同じように水は溜まっているけど、雰囲気はまるで違うのだろう。昔は夏に手漕ぎボートが楽しめたそうだ。そろそろ戻らないと。取引先の人ももう来る頃だろう。食事はモーさんも一緒。
鏡ヶ池。その名の通り、波風がない日は鏡のように周囲の景色が映り込んでたのかな。どれも美味しくて、久しぶりに高級なところでお食事できました。払ってもらっちゃったけど、相当高かったんじゃないかな。会食を終えた僕らは児童公園の近くを少し歩いた。僕が個人的にどうしても見ておきたい建物があってね。このイチョウの木は樹齢100年とのこと。つまり日本租借時代に植えられたってことだね。この先に見えるのは満鉄の寮だった建物。満鉄南山寮。満鉄の寮は大連の各所にあったけど、ここまで大きな集合社宅は珍しい。壁面の改修もされず、レンガがそのまま見えている。1919年、大正8年に竣工。すでに100年以上経っている建物だ。味わいある螺旋階段。きっと当時は相当おしゃれな感じだっただろう。
手すり部分の木はところどころ朽ちている。ここは共同流し場だろうか。大正から昭和初期に広く普及していた石の流し台。ここは共同トイレみたい。こういう仕切りのないしょんべんどころは中国でよく見たけど、日本も昔はこういう感じのあったのだろうか。この個室型のなら納得だけど。向こうに見えるのは世帯用社宅の関東館。独身寮と世帯用社宅をセットで建てていたんだ。それぞれが4の字になっているのがわかるね。子供連れの家族は特に鏡ヶ池児童遊園地をよく訪れたことだろう。
旧南山陵の入り口の上をよく見たら、壊れかけのレリーフを見つけた。取れた跡もあるから、本来は3つあったのだろう。よく見てみると、削られたのか自然に崩れたのかはわからないけど、南の字がうっすらと。ということは真ん中には3つのレリーフには南山陵の文字があったのだろう。せっかくだから裏側にも回ってみよう。日露戦争後、南満州鉄道、通称満鉄は設立された。政府と一般企業が共同で事業を経営する半官半民の会社である。満鉄は日本が租借した旅順や大連、そして満州の鉄道沿線の町を発展させていった。大正時代、まだ高い建物も少なかったからひときわ目立ったことだろう。今でいうところのタワーマンションに住むようなステータスがあったはずだ。ここは立地的にもすごくいい。すぐ隣には当時東洋一だった大連満鉄病院。満鉄の本社も歩いて行ける距離にあるから、ここから通った人もいただろう。当時の資料によると、世帯用社宅の方は107世帯が入居していたようだ。